皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのりゅうです。お元気ですか？今日は日本に旅行に来る際に知っておいてほしいことについて話していきます。これを知らないとトラブルに巻き込まれたり、せっかくの旅行を楽しめない可能性もありますので、ぜひこれから説明することについて知っておいてほしいです。それでは今日も楽しく日本語を勉強していきましょう。まず一つ目は eSIM を準備しておくことです。スマートフォンって何をするにも大事ですよね。もしスマートフォンの通信環境がなければ、いろんなことができなくなってしまいます。例えばナビアプリが使えないことです。Google マップなどの地図アプリでどの電車に乗るとか、どこのお店に行くとか、そういったことをリアルタイムで調べられなくなります。これができなくなったらすごく困りますよね。あとは基本的に日本は電車が正確なんですが、時々事故や災害などで止まることがあります。なのでそういった情報をその場で調べることができないと非常に困ってしまいますよね。あとはキャッシュレスの決済ができなくなってしまうこともあります。何かのお店に行って支払いをしたいという時にスマートフォンで決済ができれば、スマホを機械にかざすだけで支払いができます。でも、もしスマートフォンの通信環境が整っていなかったら、お金を払うことができないということになってしまいますよね。さらに旅行中に一緒に来ている友達や家族と連絡が取れなくなってしまいます。日本人はほとんど英語が話せないので、翻訳アプリは必須です。そういった翻訳アプリも使えなくなってしまいますので、スマートフォンの通信環境を整えることは非常に大切です。時々日本のフリー Wi-Fi を使えばいいんじゃないかと思う方もいるかもしれませんが、これはあまり頼りすぎない方がいいと思います。なぜなら使えるエリアが限られているからですね。それもありますし、さらに暗号化されてない公共の Wi-Fi もあったりして、セキュリティ面で不安がありますので、あまり頼りすぎない方がいいと思います。まず旅行に行く前に、旅行用の eSIM を購入しておきましょう。日本に何日滞在するのかということと、必要なデータ容量を決めて eSIM を購入しておいてください。そして日本に来たら eSIM をすぐに起動できるように準備しておきましょう。ネット環境がないと移動やお金の支払い、日本人とのコミュニケーションのすべてにおいて大きな制限がかかってしまいますよね。eSIM を事前に準備しておけば、飛行機が日本に着いた瞬間にネットにつなげることができて、空港からの移動もスムーズにできます。ということで、まず一つ目は eSIM を用意しておいてください。ということでした。そして日本に来る際に知っておいてほしいこと二つ目は、クレジットカードや電子マネーだけでなく現金も用意しておくということです。最近はほとんどのお店でクレジットカードや電子マネーが使えるようになってきていますが、田舎の方に行くと電子決済やクレジットカード決済ができないお店がいっぱいあります。特に観光地の周辺や個人で経営されているお店などではまだまだ対応されていないところがいっぱいあります。意外と日本は世界に比べてキャッシュレス化が進んでいないので、まだまだ現金を使うという人が結構いっぱいいるんですよね。私も本当につい最近クレジットカードや電子マネーで支払いをするようになったので、現金は最低限持っておくといいと思います。じゃあどこで現金を用意するかというと、いくつか方法はあります。日本の空港に到着した後に、
空港内の外貨両替所で交換しましょう。目安なんですけれども、到着後に1万円から数万円くらい用意しておくと安心かなと思います。そしてさらに、日本のコンビニの中にある ATM でも現金を引き出すことができます。皆さんがお持ちのクレジットカードを ATM に入れると、日本円で現金を引き出すことができますので、空港内や日本全国にあるコンビニの ATM で現金を引き出すのがやりやすいかなと思います。現金を引き出すときの注意点ですが、できれば千円札を多めに持っていた方がいいです。1万円札でもいいんじゃないかと思う方もいるかもしれないんですけれども、たまにあるのですが、日本の自動販売機やバスなどの支払いで1万円札が使えないことがあります。なのでできれば千円札を10枚などの形で持っておいた方が使いやすいのかなと思います。ということで、日本に旅行する際、知っておくべきことの2つ目は、現金を用意しておくということでした。日本へ旅行する際に知っておくべきこと。3つ目は、日本にはゴミ箱がほとんどないということです。日本の駅や街中には、ゴミ箱がほとんど設置されていないんですね。昔はいろんな場所にゴミ箱が設置されていたんですが、30年ほど前にあったテロ事件をきっかけに、ゴミ箱が一斉になくなりました。無差別テロの道具として、街のゴミ箱に危険物が仕掛けられるリスクを防ぐため、今では街の中や駅の中にほとんどゴミ箱が設置されていないということですね。じゃあどうするかというと、自分が出したゴミは自分で持ち帰って処分するのが日本での基本的なマナーです。なので小さなビニール袋やゴミを捨てるためのポリ袋を2、3枚持ち歩いておいて、出たゴミはバッグに保管してホテルの部屋まで持ち帰って処分するのが確実でスマートかなと思います。ゴミ袋はコンビニで購入できるので用意しておくといいかなと思います。ただ、ゴミ箱が設置されているところもいくつかあります。まず一つ目はコンビニエンスストアです。コンビニエンスストアの店舗の入り口付近にはゴミ箱が設置されていることがあります。原則としてそのお店で買い物をした時に出たゴミを捨てるというマナーなので、もしコンビニで購入したものをその場で食べてゴミが出てしまったという時は、コンビニのゴミ箱を使うといいかなと思います。次に自動販売機の横にあるリサイクルボックスです。自動販売機の横にあるゴミ箱は缶、ペットボトル、瓶の専用です。それ以外のゴミや紙くずなどは入れないようにしましょう。基本的には飲み物の容器だけを捨てるようにしましょう。そして駅のホームや高速道路のサービスエリアなどにも時々ゴミ箱が設置されている時があります。多くはないんですけれども、もしあれば利用するといいかなと思います。日本は街中にゴミ箱がほとんどなくて一見不便ですが、防犯対策と自分のゴミは自分で管理するというマナーによって美しい街並みが保たれています。ビニール袋を事前に用意しておいて、コンビニやホテルなどでこまめに処分するのが快適に旅行を楽しむコツです。4つ目の日本に旅行に来る際に気をつけるべきことは災害対策です。日本はすごく自然災害が多い国なんですよね。地震もあれば津波もあるし、夏から秋にかけて台風もあったりします。日本は世界で最も防災対策が進んでいる国でもあります。どんな災害があるかということを知っておくだけでも、万が一自然災害が発生したときに冷静に対応することができますので、日本の自然災害や防災について知っておくことが大切だと思います。まず日本に来る前に
日本の防災アプリを入れておきましょう。日本のニュースであったり、緊急の放送は日本語が中心のため、多言語でリアルタイムに災害についての情報を取得するのが難しいです。なので、事前に日本の防災アプリをインストールしておきましょう。セーフティーティップスというアプリがおすすめです。絶対にインストールしておかないといけないというわけではないんですが、入れておくと万が一の際に役に立つかなと思います。それでは基本的な災害時の行動についてここで説明しておこうと思います。もし日本に滞在中に地震が起こったらどうしますか？急に建物が大きく揺れ始めるとすごく怖いですよね。実は最近、私の地元の九州でも大きな地震がありました。建物が崩壊したり、高速道路が崩れてしまったり、そういった被害がありました。屋内にいるときに大きな揺れを感じたときは、まず頭を守りましょう。落ちてきそうなものがないか確認し、頭を守りましょう。慌てて屋外に飛び出してしまうと、落ちてきた看板やガラスで怪我をしてしまうため危険です。また、屋外にいる際は、建物など崩壊してくるものから離れて、広場や公園に避難しましょう。落ちてくるものがないところに避難してください。そして、もしあなたが海の近くにいるときは、地震の後に津波の危険性もあります。津波は海底で押し上げられた海水がそのまま街に溢れ出してくる自然災害です。揺れが収まったらすぐに海から離れて高い場所に行きましょう。一番いいのは山の方に逃げるということです。もし周りが真っ平らな土地で山がないという時は、高い建物の3階以上に逃げてください。できれば丈夫な建物がいいです。地震で倒壊する可能性があるので、高台であったり頑丈な建物の高い階に避難しましょう。また、夏から秋にかけて日本には台風もよく来ます。台風が接近すると、日本の公共交通機関や飛行機などが運航を休止することがあります。台風が近づいているときは無理に移動せずにホテルで過ごすのが安全です。万が一停電したり、外出することが難しくなった場合に備えて、水や軽食、モバイルバッテリーを用意しておきましょう。コンビニで全て揃えることができるので、天気予報を見て台風情報が出ていたら用意するといいと思います。次に、もし災害が起こった時に使える知っておいてほしいフレーズを紹介します。まず一つ目は、助けてや助けてくださいです。周りの人にすぐに気づいてもらいたいとき、大きな声で伝える言葉です。誰かに助けを求めるとき、誰か来てくださいと大きな声で叫ぶのもいいと思います。体調が悪くなったときにこういったフレーズも使えます。気分が悪いです。吐き気やめまい、体調不良のときは、気分が悪いですと言いましょう。痛みがあるときは痛いところを指さして痛いです。ここが痛いですと言うと伝わります。避難場所を確認したいとき、避難場所はどこですかと聞いてもいいでしょう。地震や津波が起こったときに、安全な場所に逃げたいときは、避難場所はどこですかと聞きましょう。今いる場所が安全かどうか確認したいときは、ここは安全ですかと聞いてもいいと思います。例えばホテルや駅にいるとき、周りにいる日本人に、ここは安全ですかと聞いて、その場所に留まっていいか確認することもできます。もし日本語が話せないときは、翻訳アプリを使って日本語をスマホに表示させてください。スマホの画面を日本人に見せるだけで、周囲の日本人はすぐに状況を理解してくれます。困ったときや何をしていいかわからないときは、
周りの日本人を頼ってください。日本人は基本的に英語が話せないですが、助けを求めればきっと手を差し伸べてくれるはずです。ということで、今日は日本に旅行に来る際に知っておいてほしいことについて説明していきました。いかがだったでしょうか。日本にはいろいろな魅力がありますが、一方で自然災害があったり、不便なところもあったりして、事前に知らないと旅行を楽しめないということがあります。なので、この動画で知ったことを旅行する前に確認して楽しい旅行にしてほしいと思います。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのチャンネル登録と高評価が大変励みになっています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。